やっぱり降ってきた。傘を持ってきて正解だったな。あの親子は。すみません。もしよかったら。しばらくここの屋根を借りるかな。少し濡れてしまったか。でも傘を受け取ってもらえてよかった。まだ赤ん坊だし、お母さんも風邪をひいたら大変だ。あれ、さくやんも雨宿り？三峰も仲間に入れて。ゆいかじゃないか。もちろんだよ。どうぞこちらへ。やっぱり降ってきちゃったね。事務所に着くまでは大丈夫かと思ったんだけど。服が濡れてしまっているよ。これで早めに拭いた方がいい。ありがとう。ちょうどハンカチ忘れちゃってたから助かったよ。でもさくやんは？って全然濡れてないね。ああ、雨が降り始めてすぐここに来たからね。ハンカチを使うほどは濡れなかったのさ。そっかそっか、ならよかった。でもさくやんが雨宿りなんてちょっと意外かも。どうしてそう思うんだい？だってさくやん毎朝天気予報を見て傘とかちゃんと持って出そうなイメージだったし。そうだね。まあイメージ通りじゃないこともたまにはあるさ。オッケーオッケー、そういうことにしとこっか。たまにはのんびり雨宿りもおつだもんね。ゆいかがそう言ってくれて嬉しいよ。それにこうやって雨宿りをしていると君みたいな可愛い女の子に出会えることもあるから。さくやんはうまいな。私は嘘をつかない主義だよ。やめてよ。王子に本気で来られたら三峰なんてすぐコロッと言っちゃうよ。雨よ、早く上がってください。三峰の心臓が持ちません。この空模様ではまだまだ雨は止みそうにないよ。あちゃん、三峰大ピンチとか。まあ冗談はさておき、雨が止むまで一緒にゆっくりしてこっか。引き出し増やすために人間観察とか、こういう時こそやってみてもいいかもだし。ああ、そうだね。こうしてのんびりできるのも貴重なひとときだ。おや、どうしたんだい？行き交う人々よりも私の顔を見ている方が楽しいのかな？鋭いね。だってほら、水も滴るいい女が隣にいるものだから。そうかい？ありがとう。雨止みそうにないな。さくやん、雨は嫌い？え？どうしたんだい急に。珍しく王子の顔が曇ってるような気がしたからさ。この天気のせいなのかなーってなんとなく。まあそういうアンニュイな感じもかっこいいんだけどね。アンニュイか。ユイカは人のことを本当によく見ているね。嫌いというほどではないよ。そこまでの強い感情は持ってない。ただ傘で人の顔がよく見えないからかな。雨の日は少し感傷的な気分になってしまうんだ。へえ、そうなんだね。感傷的な気分か。さくやんはすごいな。
三峰だと、服が濡れちゃうとか、髪がまとまらないとか、せいぜいそういうレベルだもん。ゆいかも雨の日は苦手なのかい？全然苦手じゃない。三峰には雨の日だけのお楽しみもあるし。へえ、お楽しみか。一体どんな素敵なことがあるんだい？それが、実は傘なんだな。え？傘？そうそう、さくやんが好きじゃないって言ってた傘。三峰は結構好きなんだよね。だってほら、いろんな種類があるでしょ。ビニールなのか、柄物なのか、大きいのか小さいのか。そういうのってその人の好みが出てくるとこだから、ある意味おしゃれの一環みたいな。そういうのが見られて楽しいから、雨もなかなか悪くないんじゃないかなって。そうか。確かにゆいかの言う通りだね。雨だからこそその人の知らない一面を知ることもできる。雨でなければ見えない世界もあるというわけか。そう思うと雨の日も悪くないね。ありがとう、ゆいか。なんだか新しい世界が見えそうだよ。おはよう、キリコ。今日も早いね。さくやさん、おはよう。ああ、これかい。たまにはシンプルなものもいいかと思ってね。でも、前の傘、お気に入りって。たまには気分転換も必要さ。そうなんだね。おはよう。今日もバリバリ頑張らんとね。おはよう、小金。ジメジメした空気を吹き飛ばすような元気さだね。あ、小金ちゃん、雨大丈夫だった？うちが来るときは全然降っとらんかったよ。うちってバーリついとるよね。でもちゃんと傘も持って。あれない中よ。小金ちゃん、どうしたんだい、小金。なかったよ、うちの傘が。水色の？そう、それたい。どこに置いてきたっちゃろう。あの傘、お気に入りやったのに。小金、そんなに落ち込むことはないよ。一緒に傘を探しに行こう。小金と私のレッスンまでまだ時間もあるし、二人で探した方が効率的だ。ありがとう。さくやが来てくれるなら頼もしか。一緒に探したいけど、ごめんね。レッスンが始まっちゃう。大丈夫だよ。私たちもすぐに戻ってくるから。キリコもレッスン頑張っておいで。そうたい。パパーっと見つけてくるけんね。いってらっしゃい。気をつけてね。さて、とりあえず小金が事務所まで来た道をたどってみるとしようか。そうやね。あ、でもうち今日は結構寄り道しとったかも。大丈夫だよ。ゆっくり一つずつ行ってみようじゃないか。じゃあまずは。このコンビニでもなかったか。じゃあ次は。今度こそ見つかるけん。おや、雨が降ってきたようだね。傘を持ってきていてよかったよ。
すがさくや、準備万端やね。さあ、濡れないうちにどうぞ。ありがとう。うち傘探すの頑張ろけんね。今度はさくやをうちの傘に入れてあげるばい。それは楽しみだな。さあ、次の場所へ行こうか。大体のとこは寄ったけん、きっとすぐ見つかる次はあっちの本屋へ行くのかい？と。みんなの載ってる雑誌が出とるたい。店に並んでるところが見たかったんよ。小金らしいね。おや、肩が少し濡れてしまっているよ。もっと内側に入っておいで。うちは大丈夫ばい。そげんことよりさくやが濡れたらいけんよ。その気持ちだけで十分だよ。それに小金が風邪をひいたら悲しいな。ほら、どうぞ。私の腕でよければ捕まっていてくれないかな。よかった。じゃあそうするばい。さくやが本物の王子様みたいで、うちなんだか照れるっちゃけど。私も小金をエスコートできて光栄だよ。さあ、あともう少し頑張ろうじゃないか。うちの傘あったばい、さく見つかってよかったよ。小金が頑張って探したからだね。や。いや、さくやのおかげだい。さくやはうちの傘の恩人やね。小金の大事な傘が見つかって私も嬉しいよ。こんな風に人と喜びを分かち合えるなら雨の日も案外悪くないね。できた。おはようございます。おや、さくやさん、おはよおはようキリコ。一生懸命何を作っているんだい？う。てるてる坊主、ずっと降ってるから早く太陽さんに会えますようにって。へえ、可愛らしいてるてる坊主だね。空だけでなく心の中まで明るくなりそうだよ。よかった。葉月さんから伝言あったの。あっちの机の上にね。なんだろうか。これは私の傘？でもこの傘はさっき葉月さんが置いていったの。どうして葉月さんが？わからないけど、お手紙も置いていったよ。手紙？ああ、これだね。どれどれ？そうか。なんて書いてあったの？実はこの傘、通りすがりに人に譲っていたんだ。その人が私の顔に見覚えがあったようでね。わざわざ調べて事務所まで届けに来てくれたそうだよ。そうなんだ。さくやさん、よかったね。ああ、それにどうやら今回の件でその人が私のファンになってくれたらしいんだ。こうして私のことを知ってもらえた上に応援もしてもらえるなんて。私はしたいことをしただけなのにこんな嬉しいお返しがもらえるなんてね。おはようございます。いやー、雨の日が続くね。おはようございます。ほんとだ。どうしたの？ずいぶん嬉しそうだけど。ちょっといいことがあってね。おはよう。あ、キリコ、それてるてる坊主？うん。
早くお空が晴れますようにって。バリかわいかー。キリコ、うちもてるてる坊主作りたかばい。うん、一緒に作ろう。みんなが作るならみつみねも作ろっかな。まみみんもどう？私は別に。せっかくだからみんなで作ればよかったい。ほら、さくやもこっちに来んで。みんなで作った方が雨も早く上がるかもしれないね。お、ゆいか、その紫のペン次貸してくれん？オッケー。はい、どうぞって。うわあ、それ小型的にはマミミンのつもりな感じ？よう気づいたね。そうばい、これは正真正銘マミミのてるてるポーズたい。どれどれ？これ似てる？そっくりたい。マミミに似てバーリかわいいてるてる坊主やけんね。じゃあ私は黄金をモデルにしよっかな。じゃあみつみねはさくやん担当ね。キリッとした美人に作ろう。私はゆいかちゃんのてるてる坊主、きっとお日様を連れてきてくれるから。それじゃあ私はキリコのてるてる坊主だね。包帯を少し巻いて、うまくできた。できた。うちらのてるてる坊主早速飾るばい。よーし。って俺、雨止んでるよ。夢中になってて気づかなかったな。って、みんな窓の外見て見て。大きな声出して何？虹。わりきれいやね。これもうちらのてるてる坊主のおかげたい。ああ、とても綺麗だね。空と地上をつなぐ架け橋。雨が続くと思っていたのに、こんなに美しい光景をみんなと一緒に見られるなんてね。みつみねたちがみんなで虹を見れるように雨が降っててくれたのかもね。そうだね。っていうか、このてるてる坊主どうするの？効果抜群だったからね。また今度雨が降ったら飾ればよか。うちらのてるてる坊主なら一瞬で晴れにしてくれるけんね。雨の日の天使さんたちだね。そう言われるとなんだか次の雨の日が待ち遠しくなってしまうね。